つぶやきさん太郎、何？今回私が思う理論上最強のベイを5機持ってきました、今回はこれを使ってつぶやきさん太郎とバトルしていきたいと思います。自信満々じゃん。マジですよ。視聴者の皆さんにだけじゃあ先にね、どんなベイなのかをちょっとだけ見せようと思う。見ちゃダメだよ、見ちゃダメだよ、やだ見ちゃダメ、見ちゃダメ、俺見ちゃダメだよ。そうこの5機の、もう見ていただいただけで素晴らしいと分かってくれるであろうこの5機のベイを使ってバトルしていきたいと思います。うわー、強えありゃ。じゃあ早速バトルに行きましょう。行きましょう。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。デンジャラスベリアルオールマイトパーフェクトギア。アストラルスプリガンオーバードリフトゼロ。さあ3ポイント選手だからね。ファーストバトル、レディーセット、スイッチ、2、1、ゴーシュ。アタックが決まらない。おいいよいいよ、さっき組んだにしてはいいよスプリガン。安定してるね、だいぶ。なんか今その場で作った割にはいいぞスプリガン。いや、まあ言うて送り合いだし、アタック決まんなくても。いやオートマイト強いんだよな、送り合い。お、ドロマジか。おー。ドローから。レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。あぶね、やりますさあ結構怖いな。いやどうだこれいけそう。スピンフィニッシュ、デンジャラスベリアルに1ポイント。やったー。あマジか、マジか。想定外だったな。まあデンジャラスは最新のベイですから。じゃあセカンドベイいきますか。オッケお互いのセカンドベイ、せーの、ー。じゃん。まあとりあえず紹介しようか。いきますよ。オッケー。なんすかいや、プロミネンスペルセウスオーバーゾーンダッシュ Z をゼロ。ワールドスプリガンメタルドリフト 2B。 先生ルールの確認していいですか？はい。あ、5G バトルって両回転機1個しか入れれないんじゃなかったっけ？何言ってるんですか。えいや思い出してください、つぶやきさん太郎。えこれ最初なんて言いました？理論上最強のベイを5機持ってきました、これを使ってつぶやきさん太郎とバトルしていきたいと思います。さあ3ポイント選手だからね。理論上最強のベイを5機作ってきたので、これを使ってバトルしていきたいと思いますって言ったんです。まさか。誰も 5G バトルなんて言ってませんけど。確かにでさっき言いましたよね、3ポイント選手なんでって。確かにそう言ってねえわ。言ってないっすよ。何言ってんですか。では、やめてくださいよ。そうだ、これ 5G バトルじゃねえわ。ベイ5機の対戦だこれ。はい、そうですよ。で3ポイント選手ですから。そうだ。はい、ということで左回転フリー回転にしました。マジかよ。さあこれがやりたかったんだ、行くぜ。まあでもね、つぶやきさんちゃんと一生はしてるから。そうなんだよな。一生はしてる。これで負けたらかっこ悪いんだよな。では、いいかな。セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いやね、契約内容とかそういうのちゃんと確認しないとダメだよな。小さな字でね、下の方に書いてあったりしますからね。そういうのあっても読まずにチェック打ってそう了承しました OK 次へとかやっちゃうもんな。同意するって押しますね。怖いな。こうやってね、詐欺師はこうやってやるんですよ。いや、言葉が多かったりすると文字読まんかったりするからな。同意書とかね、めちゃくちゃ長い文字で。さあスピンフィニッシュ。若干ワールドスプリガンかもしれないかな。なるほど。俺はほぼドローだった。
俺も分かんなかったな。こっから見る限りだと若干ワールドスプリガンっぽかったかもしまあでもジャッジが言うならそうしましょう。オッケー。じゃないとちょっとしんどい。れない。お互いのサードウェイ、せーの、じゃん。アストラルスプリガンテーパードメビウス6。マスタースプリガンホイールエクステンドプラス。いや、来ると思ったよ。じゃあ回転方向じゃんけんでせーの左回転。右回転。まあここはそうですか。サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。お、浮いた。飛び跳ねましたな。でもなんか寝かされてんだよな。この寝かせるのを続けていければいいかもしれん。いやだいぶ寝かされてる。いやー、レイヤーの下にラバーがあるからそれも効いてるのかも。スクリーンフィニッシュ、マスタースプリガンに1ポイント。よーしよーし何もよーしではないがよーし。体勢は良かったんだけどな。ぶっちゃけ負けるって思ったよ。正直俺もね、どっちが勝ったか分かってなかったよ。渡辺君、胸を張って戦いなさい。これでまあ 5G バトルじゃないか。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。ギルティロンギヌスカルマデストロイダッシュ2。ロードディアボロスゼロウォールベアリング。もはや逆に安心感あるわ。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。あ、よくないよくないよ。よしよしよしよでもし。さすがに体格差ありそう。これはもうちょい真ん中に。よくないよ。アタックされたら負ける。アタックされたら負ける。よし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 。ぶつかっていこうぶつかっていこう。ウォールが吸ってる。ウォールが吸ってる。おちょっとドローかな。ドローかな。ちょっとわからんかった。ドロー、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。ET ロンギースに2ポイント。よし。よってこの勝負、つぶやきさん太郎選手の勝利だ。ベイブは理論じゃねえんだよ。理論どころかズルしてんだけどね。まああれですよ。ズルをするとこうなるっていう。しっぺ返し。しっぺ返しが来るっていうね。はい、一応5期目もやります。オッケー。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。ロアバハムートギガドリフト10。グラビティペルセウステーパードゾーンダッシュ Z。フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。あんまり強くぶつかると君はバーストしちゃうんじゃないか。もうちょい俺強く打った方が良かったかもしれんな。それなら。ペーパードで挟んでるか。そうだね。なんか入り込んでる感じするね、ロアの方が。食べられてる。あ、入り込んでんね、ロア。おお。ロア。ギリギリ。ギリドア。まあドリフトだしね。うん。スピンフィニッシュ、ロアバハムートに1ポイント。よし。はい、ということで、まあ、今回はね、ドッキリというか5G デッキの中に両回転機って本来は1個しか入れれないんだけど、全部両回転にしたらどうなるのっていうのをやってみました。まあ、これが因果応報ってやつです。覚えておいてください。いや、俺マジで切ってなかったからね。でもなんか途中で感づいたでしょ。まあ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 。2期目でもう確信に変わったよね。まあそれは2期目でバレるからね。まあこれを使った理由はいくつかあるんだけど、まずね、意外と両回転が1機だけってのを知らない人がいたりして、うんまあだから両回転は1機だけですよっていうのを教えるとともに、なんで両回転って1機しか入れれないのっていうのもちょっとやろうと思ったんだけど、まさか負けると思ってなくてすまんな。両回転機って右左のね回転方向を選べるんだけど、最近ほんとドリフトだのベアリングだの送り合いがめちゃくちゃ強いドライバーみたいなのが増えてきてるのね。うん。だからもうなんつうか後出しじゃんけんみたいな状態になることが多くなってるの。だからそれがあって両回転ばっかりになると、まあ、今回は負けちゃったけど、こういうねこう送り合いだけに特化したみたいなことももちろんできちゃうし、でこれもし相手が同じことやってきたらただのじゃんけんバトルになっちゃうんだよね。
回転方向をじゃんけんするだけのバトルみたいな、そうだね。ぶっちゃけつまんない、から多分両回転ってのは1期までっていう風になったんじゃないかなって思ってます。あとね、チップをね、例えばこれをドラゴンにしたりとか、ここをバルキリーにしたりしても、両回転機能のついたレイヤーが入っている場合はもう両回転は他のパーツも入れれないから、そこだけ注意していただければなと思います。まあでもね、今回こうやって使ってみて分かったんだけど、もうね、古い GT とかのベイは軽くて、そうだね。仮に両回転2機以上入れれるようになったとしても、こういうデッキは出てこないんじゃないかなとは思う。まあでもここ2つとかここ3つは入るかもしれない。それこの辺はね、その有利な状況を自分で作ることができたとしても、やっぱ重さとかでご利用しされちゃうからね。ロードとかね、完全に体格差で負けてたうん。気がするから、まあこういうことはね、仲のいい身内間でぜひね、みんなもやってみてくださいと。本当に見ず知らずの人にやっちゃダメだからね、これルール違反だからね。大会とかは絶対にダメだそぞう、絶対にダメだからね。まあなんだけど、まあ友達とかとやる分には、まあね、今回は許可取ってないけど許可を得た上でそう、許可を得た上でやる分には多分いいと思うので、まあたまにはこういうね、ちょっと面白い遊び方で遊んでみるのもいいかなと思いました。皆さんもね、ベイブレードルールを守って楽しく遊びましょう。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。バイバイ。いや、こんなはずじゃなかったんだけどな。